皆様こんにちは。今回は車中泊や車でのお出かけに最適なコンパクトサイズのポータブル電源がブルーティーさんから届きましたのでレビューしていきたいと思います。最近車中泊ブームだったり地震や停電で電源が確保できないのを防ぐためにポータブル電源を買う人が増えてきてますが、結構大きすぎてそもそもポータブルって言えるのかっていうもの結構あると思うんですけど、今回届いたものがこちら。ブルーティーの AC70P。段ボールはめっちゃ大きいんですけど、取り出すとこんな感じ。めっちゃ小さいですよね。車中泊するなら極力荷物は小さい方が絶対にいいですし、もし地震や停電に備えるために家に置いておくにしても小さい方が邪魔にならないので、このコンパクトさはありがたいですね。サイズ感はこんな感じで見た目はだいぶコンパクト。ポータブル電源の容量は 864Wh のリン酸鉄リチウム電池が中に入っていて、重さは 10.2kg とジムのダンベルぐらいの重さ。本体にこういうハンドルがついてて、そこを持てば持ち運びしやすいです。ポータブル電源って可動式のハンドルが多いところ、これは内蔵式でダンベルみたいな持ち手なので持ちやすいのは調子いいですね。それでは簡単にスペック紹介すると、リン酸鉄リチウム電池を使っているため、これまでのリチウム電池みたいに車内で燃えたり爆発する危険性が極めて低いので、車でも安全に使えて、放置してもバッテリー容量が減りにくいため災害用の備蓄としても最適。一般的には昔からあるリチウムイオン電池の場合、充電サイクルは500回程度だそうですが、こちらはリン酸鉄リチウム電池を使用しているため3000回以上充電ができる仕様になってます。なので1週間に1回充電するとして理論上約57年使えるみたいですね。そんなに長いこと使う人いないと思いますが、普通のリチウムイオン電池と比べて圧倒的に高耐久で長寿命なので長く使えます。本体フロントを見ると AC コンセントが2つ、 1000W まで使えるのですが、電力リフト機能という制限解除モードがあって、それ使えば 2000W までの電気ポットやドライヤーなどの家電も使えるそうです。 AC コンセント以外にはタイプ A と C の USB ケーブルが直接させて、 USB-C だと 100W 対応なのでフルスペックの MacBook Proも余裕で充電できる仕様。本体の上には置くだけで 15W のワイヤレス充電ができるようになっているので、無線で充電できるものは置くだけで充電ができるようになっています。ポータブル電源本体への充電はこの横にあるゴムの蓋を開けて、このパソコンとかでよくあるこのケーブルを使って充電する感じです。充電する時の音はこんな感じ。デスクトップパソコンみたいな音ですね。本体への充電の仕方は3段階選べて、高速、標準、静音の3タイプの充電速度が選べます。高速充電だと45分で 80% まで充電できて、1.5 時間でフル充電になりますね。90分でフル充電になるので、キャンプに行く前でもサクッと充電できます。標準の設定にすると2時間で満タンになって、静音だと満充電まで4時間かかりますが、バッテリーに優しく充電されるので、バッテリーの寿命の長期化につながるので、急いでない人は静音で充電するのがいいと思います。ちなみに満タンにするのにかかる電気代はチャット GPT に聞いたら、電力会社にもよるけど23円ぐらいだそうです。コンセントから充電する以外には、付属のこちらの車用ケーブルを使えば車のシガーソケットからも充電できるので、キャンプ場に向かう道中でも充電可能。また別売りのソーラーパネルを使えば太陽光で充電できて 2.2 時間でフル充電できる仕様なので、ほんとどこでも充電できますね。なので車中泊とかキャンプで大活躍するスペックになってます。本体の前側にはバッテリー残量などを表示する画面もありまして、残りの電池がどれくらいとか、今どれくらいの電力を使ってるかが簡単にわかるようになってます。またスマホにダウンロードできるブルーティーの専用アプリがあって、それをダウンロードすればお手持ちのスマホとポタ電が Bluetooth で繋がって、スマホでバッテリーが残り何パーとか、どれくらい電力使ってるかもわかります。また、先ほど一瞬触れた電力リフト機能をオンにしたり、各種設定もアプリでできるようになっているので、説明いらんぐらいシンプルでわかりやすい作りですね。それではスペック紹介はこれぐらいにして、実際にどんな感じで充電できるのか試してみたいと思います。まずは洗車するときに使えたら便利な車のシートを掃除できる掃除機のリンサークリーナーが使えるか実際に試してみようと思います。はい、普通に使えますね。こういう掃除機とかってコンセント挿さないと使えないタイプが多いんですが、このポータブル電源があることでどこでも使えるようになるので、アパートとか住んでてコンセント使えない人にとってはかなり便利だと思いますね。家の目の前で洗車ができない人がほとんどだと思うので、どこでも電気使えるようになるのはだいぶ快適になりますね。これまでならわざわざ洗車場行って無駄に300円払って癖強いホース長めの掃除機を使ってたところ、駐車場でいつでも掃除できるようになるのは QOL だいぶ上がりますね。あとはこういった洗車後の水滴を吹き飛ばすブロワーや電動工具などももちろん充電できるので、例えばサーキット行ってこういった持ち運びできる電動空気入れが自由に使えるようになるのもいいところかなと思いますね。またマキタとか共通のバッテリーで動くものであれば、掃除機からインパクトドライバーなどマキタ製品であれば何でも使えるようになるので、どこでも電気が使えるのは快適すぎますね。
夏場だと扇風機を持って行って使うなども、もう本当は何でもできます。サーキット行ってピットを借りれればコンセントも使える場所ありますが、そもそも借りるのにまあまあな金額がかかるので、自前でポータブル電源持っていけば、サーキットで電気が自由に使えて、スマホや GoPro の充電もできるようになるので、めちゃ快適に過ごせると思います。次にキャンプ行った時に必要なお湯を沸かす電気ポットが使えるのか検証します。こちら Amazon で買った普通の電気ポットです。それでは実際にお湯を沸かしてみます。はい。見てわかるように普通に使えます。残りのエネルギー 91% から使い始めて1リットルのお湯を沸かしたら 84% になったので 7% 使いましたね。まあ家で食べるのと味は変わらないんですけど、たまには外出て一平ちゃん食べるのおしゃれなんであれですね。まあ今の時期花粉飛んでるのでステイホームが安定ですけど、こんな感じで電気ポットのお湯も余裕で沸かせるのでキャンプ行っても大活躍します。次にスマホ、ノートパソコン、Nintendo Switch が充電できるのか検証してみます。まずは MacBook Pro から。はい。余裕で充電できてますね。次に iPhone。今が残り 15% なんで30分充電してみます。はい。30分優先で充電してみましたが、15% から 68% に回復して、バッテリー本体の数値は 2% だけ減りました。調べてみたところ、iPhone を約40回ぐらいフル充電できるそうなので、最近多い地震や停電の時にだいぶ活躍しますね。スマホの充電さえできれば、スマホのライトも使えるし、スマホさえあれば今は大抵のことできるので、約40回もスマホをフル充電できるのは災害時にだいぶ役立つので、なかなか心強いんじゃないですかね。ソーラーパネルを使えば本体に充電もできますし、災害に備えて買う人はソーラーパネルも合わせて買うと電源に一切困らなくなると思います。次に Nintendo Switch。キャンプ行ってまでゲームせんでええやんと思いますが、はい。これも余裕ですね。先ほどの電気ポットとかに比べるとスマホやゲーム機などはそこまで電力もいらないので、出先で充電がなくなる心配がゼロになります。あとは僕みたいに外で動画の撮影する人であれば、カメラのバッテリーが複数必要で電池切れのストレス抱えてるカメラマン世の中にめっちゃ多いんですが、カメラやドローンの充電も余裕でできるので、外撮影で充電切れを心配する必要がゼロになるので、ポータブル電源一つあればほんと色々とはかどるようになりますね。MacBook も iPhone も充電できるので、どこか山奥の電波入るところでリモートワークもできるので、ほんとどこでも電気使えるのはポータブル電源のメリットでしかないと思います。これまでは 1000W ぐらいの使い方だったんですが、今から裏モード、限定解除の電力リフト機能を使って 1000W を超える 1250W の高圧洗浄機のケルヒャーが動くか試してみたいと思います。これが動けば、水さえあればどこでも洗車できるようになるので、早速使えるか検証します。まずはアプリの設定で電力リフト機能をオンにします。そしたらケルヒャーのスイッチをオン。果たして本当に動くのか。はい、普通に動きましたね。これで水さえあればどこでも洗車できるようになりましたね。ケルヒャーのオプションでバケツから水を吸い取って使うやつあるので、ほんと水さえあればどこでも行けてしまいますね。まあこれやる人少なそうですが、お墓を高圧洗浄で洗うことや、そもそもコンセントが届かない場所でも高圧洗浄できるようになったので、これめっちゃ便利ですね。ってことでいろいろ実際に接続して試してみましたが、場所関係なくどこでもコンセントが使えるようになるのはメリットしかないですね。ただ唯一のデメリットが Amazon で売ってるモバイルバッテリーみたいに安くはないです。まあ変に安いものを買うと結局すぐ壊れて新しいのを買い替えるとか、後からもっといいのを初めから買っておけばよかったなとなって、無駄にいいやつに買い替える謎の現象起きるので、初手でいいやつ買うのがいいんですが、こちらのブルーティーのポータブル電源、保証がまさかの60ヶ月、5年もついているので安心して使えますね。保証って意外と大事で、僕が今この動画をひたすら編集してるデルの 4K モニターがあるんですけど、買って半年しか経ってないのに最近いきなりブラックアウトしてお亡くなりになったんですが、保証が3年ついてるものだったので、デルに電話したら翌日に新品が送られてきたり、ニトリの椅子も使ってるんですが、これも最近壊れたんですよね。僕の体重が重すぎるのか、ニトリの椅子があかんのかは知りませんが、その椅子は保証が5年だったので、壊れたことをニトリに電話したら、まさかの当日に皿の椅子を家まで持ってきてくれたので、長期保証は絶対にやった方がいいです。まあそもそも最近物壊れすぎな感じしますが、保証で新品になって戻ってきたりするので、カメラとか iPhone とか高い買い物するときは絶対に保証はケチらずに長期保証に入った方が結局安くつくので、高い家電などを買うときは長期保証がついたものを買うことをお勧めします。こちらのモデルは5年保証がついてきて、耐久性が高くて
リン酸鉄リチウム電池のため、充放電も3000回以上できるポータブル電源なので、長いこと使えるかと思います。届いてから今で2週間ほど実際に使ってみて思うことですが、本体はちょっと重いけど、片手で持てて、車に入れて移動するのがデフォなので、そんなに重さも気にならないし、どこでもコンセントが使えて、USB で複数の端末を充電できるのはめちゃくちゃ快適ですね。やっと最近暖かくなってきたんで、今年はオフ会とか定期的にツーリングやるので、その時に持って行ってさらに快適に過ごしたいと思います。これまでの話をまとめると、ブルーティーの AC70P、容量は 864Wh でリン酸鉄リチウム電池を使用。従来のリチウムイオン電池と比べても車内で燃えたり爆発する危険性が極めて低いので、車でも安全に使えて、放置してもバッテリー容量が減りにくいため、災害用の備蓄としても最適。通常は 1000W まで使えるけど、設定から裏モード、電力リフト機能をオンにすれば 2000W まで使えるようになるので、基本的にこれあれば何でもできるコンパクトなポータブル電源ですね。今回紹介したポータブル電源の詳細は動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方は詳細を読んでいただけたらと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると、下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルでは、スズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど、車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でツーリング行きたいので、メンバーシップの詳細も合わせて概要欄に貼っておくので、ぜひ読んでもらえたらと思います。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。